皆さんこんにちは、ゆかです。今日の動画はレストランでの注文方法とファストフード店での注文方法について紹介します。動画の一番最後に今日の復習として文法の説明があるので最後まで見てください。豚キムチ炒めの定食セット1つ。豚キムチ炒めの定食。はい。と、餃子を3枚。餃子が3枚。はい。あと、半チャーハン1つ。半チャーハン。以上で。はい、確認いたします。豚キムチ炒めの定食セットと餃子が3枚、半チャーハンでよろしいですか？はい。はい、お待ちください。クラシックアボカドバーガー。はい、クラシックアボカドバーガーを1つ。これってセット。現金400こちらですね。ドリンクとサイドメニューつけることができます。じゃあレギュラーセットで。はい、じゃあドリンクサイドメニューお願いいたします。サイドメニュー。爽健美茶。はい、ドリンクが爽健美茶。北海道産のフライドポテト。北海道産のフライドポテト。以上です。以上でよろしいですか？それキッズセッお客様こちらでお召し上がりですか？はい。お会計が1290円でございます。はい、ではこちら失礼します。1300円お預かりいたします。こちらはレシートのお渡しと10円のお返しです。番号札40番でお待ちください。ありがとうございます。はい、注文が終わりました。じゃあ今から今日の復習をします。はい、この会話は一番最初のレストランでの会話です。1番、2番、3番、4番、大切なポイントがあるので、これを確認していきます。まず1番です。私が豚キムチ炒めの定食セットを1つ、餃子を3枚、半チャーハンを1つくださいと言いました。これも前の動画で紹介したコンビニでの会話と同じです。数量詞を使いますね。1つください、2つください、3枚ください、4枚ください。数量詞はとても大切です。もう一つ大切なポイントがあります。私は豚キムチ炒めの定食セットを1つと餃子を3枚、あと半チャーハンを1つくださいと言いました。このと、それから、あとなどは接続詞と言います。これも使うととてもいいです。例です。豚キムチ炒めの定食セットを1つと餃子を3枚、それから半チャーハンを1つください。もしくは、あと半チャーハンを1つください。これはどちらでもいいです。2番です。注文の一番最後に私は以上でと言いました。以上ではもう大丈夫です。注文は終わりです。という意味なので、皆さんも注文の一番最後には以上でと言ってください。3番です。店員が、はい、ご確認いたしますと言いました。ご確認いたしますの意味は、注文を確認します、チェックしますという意味なので、店員が皆さんが注文したものをもう一度読みます。なので、その注文が正しいかどうか、皆さんもよく聞いておいてください。で、店員の言い方には、だいたい2つのパターンがあります。1つは、この店員が言った、ご確認いたします。ご確認します。で、もう1つは、ご注文を繰り返させていただきます。だいたい大きいレストランだと、この2つ目のご注文を繰り返させていただきますという人が多いかもしれません。
なので、この2つ、これを覚えておいてください。はい、4つ目です。店員が確認しているときに、豚キムチ炒めの定食セットと餃子が3枚、半チャーハンでよろしいですかと言いました。よろしいですかの意味は、いいですかと同じです。いいですのもっと丁寧な言い方がよろしいです。なので、これも覚えておいてください。はい、次の会話はファストフード店での会話です。私はフレッシュネスバーガーというハンバーガー屋さんに行きましたね。ここでは1番、2番、3番、4番、5番、この5つのポイントがあるので、これもチェックしていきます。まずは1番です。私が、これってセットありますかと言いました。あの店員さんは、私が全部言い終わる前に、もう説明してくれてましたね。なので、私はありますかと言わなかったんですけど、もし皆さん何か質問があるときとか、これはありますかと質問したいときには、何々ありますかというように質問してください。例えば、コーラありますか？ベジタリアン用の食べ物がありますか？ビーガン用の食べ物ありますか？このように聞いてください。はい、2つ目です。店員がドリンクとサイドメニューをつけることができますと言いました。ドリンクは皆さんわかりますね。飲み物です。サイドメニューはわかりますか？サイドメニューはハンバーガーと飲み物じゃないものですね。だいたいフライドポテトとかサラダ、チキンナゲットがあります。なので、サイドメニューは皆さんが食べたいものを選んでください。はい。で、3つ目です。店員が、では、ドリンク、サイドメニューをお願いいたします。と言いました。これは私がセットを選びましたね。セットを選んだので、ドリンクとサイドメニューをお願いします。選んでください。というように言われました。で、私は飲み物は爽健美茶で、サイドメニューは北海道産のフライドポテトを注文しました。なので、このように答えれば大丈夫です。飲み物は何々で、サイドメニューは何々。もっと丁寧に言うときは最後にでお願いしますをつけても大丈夫です。4つ目です。今回の店員はお客様、こちらでお召し上がりですかと言いました。これも店員の会話パターンがだいたい2つあって、1つ目はこちらでお召し上がりですか？ 2 つ目は店内でご利用ですか？この2つがあります。まずはこちらでお召し上がりですか？これをチェックします。はい。で、これはイートイン。店内で食べるときの会話ですね。お客様、こちらでお召し上がりですか？こちらはここという意味です。召し上がりますは尊敬語ですね。皆さん、どういう意味かわかりますか？そう、食べますという意味です。食べますの尊敬語が召し上がります。なので、簡単に言うと、お客様、ここで食べますかという意味ですね。もしお店で食べるときは、はい、もしくは、店内でと言ってください。次は、店内でご利用ですかについて説明します。店内の意味は、店で。ご利用の意味は、使いますかの意味なんですけど、このレストランの意味では、ここで食べますか？店で食べますか？という意味になります。なので、これも店員がお客様、店内でご利用ですかと聞いたら、私たちは、はい、もしくは店内で
さっきと同じように答えます。はい。で、次はお店じゃなくて持って帰るときの会話です。質問はさっきと同じです。店員がお客様、店内でご利用ですか？もしくはこちらでお召し上がりですか？と聞くので、私たちは持ち帰りで、もしくはテイクアウトでと言ってください。持ち帰りは持って帰りますの意味ですね。なので、この2つ、どちらかを答えれば大丈夫です。はい。で、最後、5つ目です。今回、店員が番号札40番でお待ちくださいと言いました。皆さん、番号札はこれですね。で、番号札40番でお待ちください。もしくは、40番でお呼びしますと言います。お待ちくださいと言われたときは、皆さんは椅子に座って待っていれば大丈夫ですが、もしお呼びしますと言われたら、皆さんの料理ができたときに店員が40番のお客様と呼びます。なので、呼ばれたら皆さんはお店の人のところに行って食べ物をもらいに行かなければなりません。なので、この2つ、よく聞いておいてください。はい、皆さん今日のビデオはどうでしたか？もし参考になった、よかったという人は、この動画のいいねと、あとはチャンネル登録をしていない人はチャンネル登録もよろしくお願いします。じゃあまた次の動画で会いましょう。バイバイ。